今の自分の性格を否定せずに、そのままを受け入れて。皆さん、こんにちは。ほのぼのポッドキャストのほのかです。このチャンネルでは日本の文化や日常、仕事のことや日頃のお悩みなどなど、自然な日本語でお話ししています。皆さん、いかがお過ごしですか？お元気ですか？私も元気です。私は元気です。さっき私の家の猫ちゃんたちがみんなで走り回っていて少し大変でした。みんなで暴れていて少し大変でした。物が落ちたりしました。特にちゃちゃ丸がすっごく速いスピードで走るんですけど、その時の音がすごかったです。大きくて。キャットタワーをちゃちゃ丸がダダダダダダーって走ったら、キャットタワーがすごく揺れてしまって危なかったです。でもそんな姿も本当に可愛いです。さて今日は性格を表す言葉です。性格。皆さん自分の性格ってどう思いますか？また、周りからどんな風に見られているか気になったことって一度はありますか？あるんじゃないですか？私はあります。日本語には性格を表す言葉がたくさんあります。いろんな言葉があります。例えば、明るい、暗い、真面目、人見知り、あとは、頑張りやとか、おおらかとか、面倒見がいいとか、いろんな言葉があります。明るい人、明るい性格は元気で楽しい人、楽しくて元気な人のことです。反対に、明るいの反対に暗い人。暗い人は落ち着いていて、よく言えば落ち着いていて静かな人です。あとは、真面目は仕事や勉強を一生懸命する人のことです。それから、人見知りは英語だとシャイですね。シャイな人。人見知りの人は初めて会う人と話すのが苦手な人。あと、恥ずかしがり屋。恥ずかしい。人見知りは恥ずかしがり屋さん。恥ずかしいよ。人と話すの恥ずかしい。どうしようって思う人が人見知りです。あと、おおらかは小さなことを気にしない性格です。そんな風に性格を表す言葉がいろいろあります。例えば、こんな風に言います。私は明るい性格です。本当は人見知りです。みたいな。そんな感じに使います。あとは、あの子は人見知りだけど、たくさん話すと、慣れると面白いですよ。こんな感じでも使います。ちなみに私の性格は恥ずかしがり屋で、です。人見知りは、あると言えばあるし、ないと言えばないみたいな。例えば、私は昔フィットネスジムに行っていたんですけど、新しい人と喋るのはあんまり苦手ではなかったです。むしろ楽しいって感じたりもしました。でも恥ずかしい気持ちもあるみたいな、そんないろんな気持ちが混ざっていました。あとは、考えすぎてしまうところがあります。なので、あんまり考えないようになりたいなとは思います。学校に行っていた時、学生の時は、周りの人に、ちょっと変人だよねとか、不思議な人だね、不思議だね、不思議ちゃんみたいな感じで言われました。
どういう意味なのかなあとは、最初はおとなしいけど話すと面白いよね。そんな風に言われたりもしました。会社で働いていた時は、仕事なのでちゃんとやらなきゃとかそういう気持ちが強いですよね。そういう気持ちが強かったんですね。なので、会社では真面目とか、しっかりしているとか、頑張り屋とか、我慢強いとか、そんな風に言われました。そう考えてみると、学生の時の自分が本当なのかなが本当の自分なんですかね。ねえ。で、会社の時はちょっと、何ですか？猫をかぶる。猫をかぶるとは、本来の自分を隠して、本当の自分を隠して、おとなしいふりをしたり、真面目なふりをしたりすることです。会社で働いていた時は、猫をかぶって、真面目にしっかり働いていました。皆さんは私をどんな人だと思いますか？まだ皆さんが知らない私がいるかもしれませんよ。わー。皆さんはどんな性格ですか？明るいですか？人見知り、シャイですか？恥ずかしがり屋ですか？それとも、真面目でしっかりしていますか？皆さんには憧れの性格、こうなりたいな、こうなりたい性格、こういう性格になりたいなとか、そういう気持ちってありますか？私はもっと外交的になりたいです。もっといろんな人と関わっておしゃべりして、そういう性格になりたいです。人見知りで恥ずかしがり屋ですが、そういう外交的な性格になりたいなと思ったりする時もあります。それからあまり考えすぎない人にもなりたいです。適当にリラックスできる人、柔軟に考えられる人になりたいなって思っています。皆さんも違う性格になりたいなと思ったことはありますか？私は性格を変えるのは簡単ではないと思ってるんですね。むしろ性格はそのままでいいと思っています。性格を無理やり変えるのって大変だし、なんか今の自分を否定しているような感じになってしまいますよね。なので、性格を変えるんじゃなくて、行動を変える方がいいんじゃないかなと思っています。性格はそのままで、行動を変える。例えば、シャイで恥ずかしがり屋でも、人に話しかける。人に話しかけるっていう行動をする。あとは、メッセージを送る。これも行動ですよね。あとは、真面目に考えすぎてしまったら、ちょっと外に走りに行く。これも行動ですよね。性格はそのままでも、やることを変えることで、自分の世界を変えられるんじゃないかなと思っています。皆さんも、ああいう性格になりたい、こういう性格だったらなって思うことあるかもしれません。でも、今の自分の性格を否定せずに、そのままを受け入れて、それで行動を変える。やることを変える。それでいいんじゃないかなと思います。いろんな性格があっていいと思います。その方が面白いですよね。今日は性格を表す日本語をお話ししました。例えば、明るいとか、暗いとか、真面目とか、人見知り
とか頑張り屋とかいろいろ性格を表す表現する言葉がありましたね。少しでも皆さんが性格を表現する言葉が理解できていたら私は嬉しいです。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次の動画でも次のエピソードでもお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。バイバイ。またね。ちなみに我が家のうちの猫3匹の性格は、ちゃちゃまるはお兄ちゃんでとってもツンデレってわかりますか？ツンデレでも面倒見が良くて他の猫たちの面倒をよく見ていてみんなのお兄ちゃんっていう感じです。とっても優しくてたくましい子です。ちゃちゃまるは本当にいい子で、ポンちゃんは女の子なんですけど、ポンちゃんはとっても寂しがり屋で誰かがいないと誰かと一緒にいたい。誰かがいないとニャー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 ってすごい泣いてしまう子です。あとよくおしゃべりをします。私が部屋に入るとニャー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 っていっぱい声をかけてきます。で、靴下ちゃんはすごくおとなしくて静かに甘えてきます。静かに私のそばに寄ってきてスリスリってしてきます。かわいいです。みんなそれぞれ性格が違うんですけど、みんなそれぞれかわいいです。